で今度ちょっとネットプレー、さっき言ったそのフォアのところの角度のところをちょっと気をつけるところをやりまして、ボレーだけで勝負っていうことは多分今の段階ではないので、アプローチショットから前に来て、で僕が最初半面のところにいるんで、いる方にアプローチしてきてください。でボレー打ったらちょっと1対1での勝負っていうことになるんで、僕は別にパッシングショットを打ちたいっていうよりも1対1の一面になった時にどういうボレーするのかなっていうのをちょっと見たいので、抜かれても全然気にしなくていいし、何度も何度もトライしていきましょう。はい、お願いします。Please subscribe。小さい頃女の子ってフォアハンドの厚いグリップでボレーを教わっちゃうと、これが意外と抜けきれないんですよ。要するにコンチネンタルで育ってちょっと気持ち悪いけど、これをやり続けた方が1球目からアプローチでいいです。こういうボレーになりやすい。開けいきましょう。下にこうなりやすい。でもグリップが厚いと後ろから前になりやすい。はい。いいよ。はい。はい。OK、ナイスショット。はい。ラスト1回。はい。はい。OK よ。とここから松田さんの方にアプローチしていきますって言ったら、どのあたりにポジションする？たらこのあたりですか。その辺かな。わかんないと。自分でやってみようか。ボール出してもらおうか。じゃあボール出してもらって、ボレー打たなくていいから行ってごらん。OK。このアプローチしていった方に少し寄った方がいいっていうのは多分理解してるんだろうけども、意外と今やってた時に真ん中目にちょっとポジションしちゃってるかな。だからもっといい意味でもっとボールの方に出てった方がいい。こっちにでアプローチショットするんだったらサイドラインをやっぱりある程度狙うっていうことをちゃんと心がけて、内側に入っちゃったら当然真ん中気味にポジションしなきゃいけないから、もっとコーチの方のサイドラインの方にめがけて動いて、そこからボレーをっていうふうにやってみようかな。ポジションの場所だけよ。OK。あとこっちのボックスに入った方が当然いいんだけども、少しだから左足がちょっとこのセンターラインのところを付近に行く感じ、逆だったら右足がセンターラインのところに行く感じから次のボレーに行ったらいい。で相手が打つ時にはもう打つ時には動ける準備をしておいて、ちょっと止まるのが遅い。スプリントステップがちょっとな気がする。力強さが足りないんですよ。なんかこう飛びつけないとか、こう力が出ないような感じになるから、ちょっとボールください。行って、もう相手が打つ時には動けるように。これがなんとなくこれだと遅いと思う。もうちょっとよし取るぞっていう雰囲気を出してごらん。お願いします。そうちょっとこうステップをダイナミックにちょっと大げさぐらいのつもりでやってみた方がいいかな。そういいよ。そう、足の音が今っていうぐらい力強さが欲しいね。はい行こう。そういいよ。そうするとアプローチショットのボールももうちょっと今みたいに自然に強くなるから、それの方がいいと思います。ナイスショット。この勢いを使った方がいいから、打った後もそっちの方向にやっぱ行かなきゃいけない。打って2、3歩がこういうの止まらなくていい。
手で振るより足がいけばもうそのままいっちゃうから。もしフォアで回り込めるんだったら1球目バックラインでも回り込んでいいよ。これぐらいのボールなら。低さも大事だし、スタンスの広さも大事だから。はい。あ、ナイスショット、ナイスショット。ありがとうございます。今の。やっぱちょっとフットワークに力強さが出てくると、動きだけじゃなくてここにも力が入り出すと思うね。今までなんかこう前出ますふわっていう感じがすごく雰囲気だったから、このネットプレーって覚えておいてほしいのが、テクニックとかそのセンスだけでやるものじゃない、相手との距離を縮めるし、強いパッシングショット飛んでくると思ったらやっぱり力をちゃんと出せる準備をしておいてドロップボレーするとか、柔らかさを出すっていうのはすごくいいけど、なんか最初から柔らかさでこう、ボレーしようと思うと負けちゃう。器用すぎちゃってね。そう、大事な場面でねしっかりボレーっていうのが、絶対将来そういう場面が来る。確実にグッとこう抑え込むっていうのが、それは男子のツアーでも女子のツアーでも関係ないから、そこはやっぱりやってほしいので、その自分のフットワークと出る雰囲気からそれが生まれると思ってください。ね、阪神がやっぱり強くなると、これから年齢が上がると中学とかね高校行くともっと飛んでくるスピードが重いんで、それを手でできるレベルじゃなくなってくるんですよ。だからこのフットワークだったり1歩目だったりっていうのがやっぱ結構重要になってくるから、それはもう今のうちにやっとけば、あとはもう自動化になるので、意識しなくても大丈夫。体も大きくなってくるし、パワーもついてきて力も自分がついてくるから変わってくると思います。We are Japan's #1 tennis channel, Star Tennis Academy. うまいよ、うまい。俺あんなうまくなかったもん。やっぱそのさ、時代とともにその小学生もボール飛ばすから、俺らの時の木のラケットみたいな感じの押してくテニスっていう感覚じゃないね。振ってみんなこうやって打ちに行く。確かに道具も違うし、ボールコートもやっぱ違うから、それはね育ち方違うんだけど、やっぱ全体のジュニアのレベルが多分上がってんでしょうね。ここ何十年かで、10年20年でね。彼女なんてもともとグリップね、フォア厚くて握ってからこっち左手添えてガンって打つから、女の子の両手打ちって大体ね打ち方がこうなっちゃうのよ。でも彼女なんかこうやって構えるでしょ、こうやって構えるでしょ。バックなんかこうやって構えるけど、女の子大体グリップ厚い子はみんなこうなの。頭の上こうやってきちゃうから。いや彼女なんかやっぱこういう子なのね。股関節の動きの連動が最初からこうやってできてるから、手で引くっていうことをやってこなかったんでしょうね。手で引いちゃうとこうなるけど、彼女は体で引くからこうやって。非常にデリケートな年齢だと思うんですね。戦績的にも、全国大会のね常連で上位でもう戦ってますって言ったら、もうちょっとパワーがあったり、もっとこうなんていうのかな、確立されてるものが非常に多いと思うんですけど、今の段階ではこう不確かなものがやっぱ結構多い。でもなんか自分では得意なプレーはこうやりたいっていうのがところどころで見えるんで、それをうまくこう自信をつけさせてあげることもそうだし、修正するべきとこだったり付け足すところがあるんだったらやっぱりそれをやらないといけないと思う。ただし今はまだまだ体が出来上がってないから、すごく激しく動くとかすごく強いパワーを出すっていうことをやってしまうと体が壊れてしまう可能性があるので、やっぱ気をつけなきゃいけないですね。あとやっぱ両手打ちっていうのが今の形にはなってるので、そこだけはやっぱり今の段階で僕らが
片手にした方がいい、両手のままがいいっていう判断は今はしないです。僕自身も中学2年生の時に片手にしたんで、まだどこかで変えるなら変えるチャンスがあるかもしれないし、本人がそのままでいいっていうんであればそのままでいいと思うので、両手打ちで世界のトップで戦ってた方もいるので、やっぱその変えるタイミングっていうのはやっぱ本人がそろそろ必要かなと思ったり、自分変えたいと、ちょっとフォア片手で打つことにチャレンジしたいっていうのであればその時だと思います。躊躇せずに自分がやりたいなとか楽しそうだな、やってみたいなって思う気持ちをやっぱ常にコートで、ある意味ひらめきでいいと思うんで、そういうところをどんどん佐々木さんにはやっぱり分かってほしいし、いろいろできるからこそ迷いも生じるから、しっかり自分の信念というものを貫き通すこともこれから必要だと思います。もうだいぶ緊張してます。はい。さっき教えていただいたボレーもすごく熱い当たりですごい良かったです。もちろん高尾プロがいるからサーブで私も身長が高いわけではないのでサーブで決めるというよりかは3球目で優位に持っていけるようなサーブを教えていただけたらなとか思っています。もうスタテにしか見てないです好きな回でも本当に対決シリーズとかプロが来て高尾プロがやるやつとかもう本当に多分何十回も見てると思います全部あと内側に当てて入れるサーブもう多分あれ100回以上は見てると思いますThank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!